ハロー、皆さん。今日はドレスのクリスマスマーケットに行きました。ドレスね、ようこそ。I keep on dreaming of his face. He just melts my heart away. I'm all glittery 'cause he makes it feel like Christmas every day. Now the winter's here to stay. All I want is his embrace. Maybe it's crazy, but he makes it feel like Christmas every day. 今回は初日に訪れたドイツ・ドレスデンのクリスマスマーケットを紹介していきますよ。チェコ・プラハのクリスマスマーケットも次回紹介します。ステージ前にはもう人がいっぱい。下を覗くとちょうどシュトレンが運ばれていました。おみこしみたいに運ばれていてなんだか可愛いですよね。中央の建物内では開会式が行われています。開会式が終わるまでシュトレンはこの場所で待機。私たちも暗くなるまで少々部屋で待ちます。ちなみにこの部屋から見えているのはシュトリーツェルマークト。クリスマスマーケットはドレスデン市内の複数箇所で開催されていますよ。そしてなんとドレスデンのクリスマスマーケットは今年で590年、もうすぐ600年。そんなに長く続いているだなんてすごいですよね。ドレスデンのサイトにはドイツで最も古いクリスマスマーケットと書かれていますが、他の町でもそう書かれているところがあるので、まあそのうちの一つということかもしれませんね。さて、そんなこんなで開会式は終わり、シュトレンが切り分けられ、一部の観客に配られているようです。本場のシュトレンは絶対食べておきたいですよね。何食べたいの？プラムラックス？まあでもせっかくドレスデンに来たならここら辺で食べられるものを食べたいね。まあでもそれはシュトレンかな。でもそれはちょっとデザートっぽいから、まず何かもうちゃんとしたものを食べたい。ソーセージ、バートルスとか、ピッツァ。そうだね。この州のソーセージはまだ食べたことがないから。そう。トゥーリンガーになっちゃうかもしれない。そう。見てみよう。ということでやってきました。ブラートブルストの屋台。長いですね。見ているだけで満足。ソーセージが長いので折りたたむように半分にしてパンに挟んでくれています。お腹空いてるから頼みすぎた感じがしなくもないよね。これ何メートルでした1個は50センチ、何メートルはやばいね1メートル全部合わせて。このシュトリーツェルマークトのクリスマスマーケットにはエルツ地方の手工芸品やドレスデンのシュトレン、プラウエナーのレースなど約200の屋台があります。このようなレースが売られているのは他でまだ見たことがないので、プラウエンの町周辺だけかもしれないですね。さてお次は飲み物。私はアッフェウベアネ。マークはアイアープンシュ。ドイツのクリスマスマーケットで一般的に飲まれるのはグルーバインだけではなく、アルコールありのプンシュやアルコールなしのキンダープンシュ、ハイセショコラーテなどもありますよ。むしろ今飲んでいるものはどこの地域のクリスマスマーケットにもあるわけではありません。どう？美味しいけどちょっと強い。ザーネなくなっちゃったね。でもザーネなくなったからちょっと強いけど。
すぐそばのステージでは演奏も行われていました。クリスマス気分が高まってきたところで、次の屋台グルメへ。これは何？よくわかんないけど、結構現地の人が並んでるから何が美味しいものだと思う。そうだね。これはドレスドナーハンドブロード。ドイツ・ドレースデン発祥の伝統的なパン料理です。しっかりとしたパン生地で、外側はカリッと、中はふんわり。パンの中にはたっぷりのチーズとベーコンが入っています。チーズが伸びる。ものすごい弾力です。喉が渇いたのでまた飲み物。私はハイセショコラーデミットザーネ。マークは先ほどのアイヤープンシュのアルコールが強かったみたいで、今度はアルコールなしのキンダープンシュ。お次はこちら、クレッペルヘン。ドイツ東部や特に旧東ドイツの地域で親しまれている小さな揚げドーナツのようなお菓子です。スタッフさんの手際が良くて見とれちゃう。出来上がったものがこちら。プダツカをかけて提供してくれます。もっちもちで美味しい。スタッフさんのパンチが効いてますね。お腹がいっぱいなので、ここからはショッピングタイム。ここではこの2つを購入。シュトレンも忘れずに購入しておきましたよ。ドレスデンのバームクーヘンも購入。皆さんはシュトレンに正しい切り方があるって知っていましたか？シュトレンは中央から親指ほどの太さでカットをします。カットした後は側面が乾燥しないようにこのようにくっつけ、ラップをして保存します。ちなみにドイツではクリスマスのシュトレンをクリシュトレンとも呼びますよ。ドレスデンのクリスマスマーケットを歩き回って気づいたのですが、ガラス物のオーナメントはあまりないですね。ガラスよりも木材のアイテムが豊富です。そして近隣の国では一部カード決済可能だったりもしますが、ドイツではまだカード決済可能なクリスマスマーケットに出会ったことがありません。クリスマス大国なのになぜって思いますよね。ひょっとしたらそれはドイツ人のカード嫌いな国民性によるものかもしれません。マークによると、ドイツ人は借金が大嫌いな生き物なんだそう。ドイツ憲法にも国が予算を借金なしで賄うべきとされています。ドイツ語で借金はシュルデンと言いますが、別の意味には罪もあります。カードで支払いをするということは、支払いを先延ばしにしている、借金をしているような感覚になるため、カード嫌いな人が多いんだそう。普通に生活をする面ではカード決済可能なお店も多いですが、小さなお店や屋台、伝統的な場所でカード決済が浸透していない理由には、そのような古い考え方が関係しているかもしれません。もちろん単にカード決済のシステム使用料を支払いたくないという店側の理由も考えられますが、とはいえカード決済が使えないのは不便なので、早くドイツ全土のクリスマスマーケットでも浸透してほしいですね。そして翌日も観光の前に少しだけ。左はゲブラーテーネシャンピニョンズ、右はグルンコールミットブルスト。ゲブラーテーネシャンピニョンズは美味しいので欠かせません。もう一方はグルンコールが多すぎて途中飽きてしまいました。
お次はいろんなホットチョコレートが飲める屋台に来ました。私はヌガトトルンク、マークはフォルミルヒショコラーデ。しっかりチョコレートでトロットロ。このお店ではカップを返す際、カップ代の返金かチョコレートと交換することができたので、返金はなしでチョコレートを2つ選びました。ちなみに前日に私が食べたいと話していたフラムラクスは他にも2カ所マーケットを覗きましたが見つけられませんでした。どこの町のクリスマスマーケットでも同じ屋台グルメが食べられるというわけではないので要注意ですよ。そして現金も忘れずに。さて、ドレスデンのクリスマスマーケットはとても温かみのある、胸を張っておすすめできるクリスマスマーケットでした。皆さんも機会があればぜひ訪れてみてください。次回はチェコ・プラハのクリスマスマーケット動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。